結婚23年目の妻が夫の18年分の家族写真。結婚23年目、この日、由紀子が初めてお秋人の単身服務先を訪れた。18年間、片付けを手伝うという名目で今まで避けてきた場所は、ここが18年間、秋人が過ごした場所なんですね。あ、そうだな。狭いが。古い雑誌の下から茶色く変色した手帳が現れた。ページを開くと見知らぬ女性の名前と電話番号が気象丁寧に書き込まれていた。筆跡は秋人のものだ。段ボール箱の底から古い運転免許証が落ちてきた。免許証の写真欄に写っていたのは秋人と見知らぬ女性、そしてその女性に抱かれる8歳の少女。背景は遊園地。秋人そっくりの顔をしたた娘。写真の裏面、日付は18年前。住所欄には秋人と別の名義が記されていた。由紀子の指が震える。秋人がこの女性と一緒に住んでいた証拠。まさか、この子は誰ですか？この女は誰なんですか？秋人は動かない。ただ壁に背を置いたまま、顔を手で覆ったまま、古い冷蔵庫のうなる音だけがこの部屋に残された音だった。終わった。全部終わった。あの子はお前に似ていたらよかったのに。そっか、そういうことなんだ。23年、私たちは何だったの？秋人は全部を説明すると言った。だが由紀子は愛を止めない。秋人はドアに手をかけるがそれ以上は動けない。その手は曲をつかむだけ。待ってくれ。説明させてくれ。待ってくれ。あの子は俺が。由紀子はベランダに出た。駅前の明かりがいつもと同じように光っている。だがその明かりの中に秋人の別の世界が18年間眠っていた。由紀子はスマートフォンを握った。秋人の実母玲子に電話をかけた。真実を秋人の言葉ではなくその母から聞き出そうと決めたのだ。イボさんに聞こう。本当のこと全部。由紀子はアパートに戻った。秋人は玄関で待っていた。出て行った由紀子を追いかけるのではなく玄関でじっと待っていたのだ。電話をかけました。お母さんに。やめてくれ。もう戻れない。チャイムが鳴った。秋人の顔色が変わる。玲子が来たのだ。由紀子は立ち上がった。秋人の懇願も聞かずに玄関へ向かう。お母さんに説明していただきます。頼む、やめてくれ。何の騒ぎですか？秋人の嫁さん。この子は誰ですか？その親子はうちの一族で18年間引き受けてました。秋人はいい子だ。ですからその親子を引き受けた。それだけです。私たちは何だったの？玲子が秋人の肩に手をかけた。秋人は頭を垂れたままだ。窓の外、駅前の明かりが光っている。その奥にもう一つのアパート、秋人のもう一つの家族が眠っている。由紀子は誰をも見ていない。面白かったらチャンネル登録お願いします。